レッスン1、言葉の壁を乗り越える。アンナさん、こんにちは。人生で言語の壁に直面したことはありますか？こんにちは、ジョン。はい、あります。時には難しいこともありましたが、それを克服する方法を見つけました。あなたはどう？絶対に。言葉の壁は難しいものですが、成長や学習の機会にもなり得ます。どのように対処しましたか？語学の授業を受けたり、ネイティブスピーカーと一緒に練習したりして、語学力を向上させる努力をしました。自信がつくのに役立ちました。それは印象的です。言語の壁を乗り越えるには、積極的に学び、実践する機会を探すことが鍵となります。何か特定の課題に直面しましたか？私が直面した課題の一つは、話すのが早いネイティブスピーカーを理解することでした。リスニングの練習をして、徐々にニュアンスを捉えるのが上手になりました。それには共感できるよ。ペースの速い会話は気が遠くなることがあります。積極的に話を聞き、必要な時に説明を求めることが私の助けになったのです。それは素晴らしいアプローチです。説明を求めることで、学習意欲が示され、理解が深まります。他にどのような戦略を採用しましたか？また、ジェスチャーや表情などの視覚教材を使ってコミュニケーションを助けました。言葉が足りない時にメッセージを伝えるのに役立ちました。非言語コミュニケーションは不可欠です。会話に深みをもたらし、言葉だけでは不十分な場合にギャップを埋めることができます。他に何かアドバイスはありますか？イマージョンは私の語学力を向上させるのに重要な役割を果たしました。ネイティブスピーカーに囲まれて、実際のシチュエーションで練習することが違いを生みました。没入感は確かに強力です。その言語が話されている環境にいると、自然に学習が加速します。これについて最後に考えたことはありますか？言葉の壁を成長の機会として捉えましょう。忍耐と練習、そしてオープンマインドがあれば、語学の旅におけるどんな障害も乗り越えることができます。教訓にバランスを取る、価格と品質。アンナさん、こんにちは。価格と品質の適切なバランスを見つけることが重要だと思いませんか？こんにちは、ジョン。もちろん、購入を決定する際には、両方の要素を考慮することが重要です。普段はどのようなアプローチをとっていますか？私は自分のお金に見合う最高の価値が得られるように、様々なオプションを調べて比較する傾向があります。あなたはどう？私も同じです。品質と手頃な価格のバランスが取れている製品やサービスを探しています。それは賢明な選択をすることです。確かに賢明な選択です。時には、最も安いオプションを選択すると、品質の面で失望することがあります。そんな経験はありませんか？はい、持っています。一番安いオプションを選んだのに、期待に入れられなかったことがありました。品質は重要です。完全に同意します。品質には高額な値段がつきものですが、それが私たちのニーズを満たし、長持ちするのであれば、それだけの価値があります。そのバランスを見つけるためのヒントはありますか？一つのヒントは、レビューを読み、製品またはサービスを使用した他のユーザーからのフィードバックを収集することです。情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。それは素晴らしい提案です。他の人の経験を聞くことで、
検討している内容の質と価値についての洞察が得られます。他に考慮すべき要素はありますか？また、保証、返品ポリシー、カスタマーサポートも考慮に入れています。これらの要因が購入の全体的な価値に影響します。素晴らしい点です。信頼できる保証と優れたカスタマーサポートは、初期価格が少し高くても大きな価値をもたらします。最後に考えたことはありますか？価格と品質の適切なバランスは、個々のニーズや好みによって異なる場合があることを覚えておくことが重要です。ジョン、これについてどう思いますか？私も同感です。優先順位は人それぞれなので、自分にとって一番うまくいくものを見つけることが重要です。バランスを取ることで、長期的に見て満足度が保証されます。教訓3、大規模組織における効果的なコミュニケーション。アンナさん、こんにちは。大きな組織で効果的にコミュニケーションを取るという課題について話し合いたかったのです。かなり大変なことかもしれません。こんにちは、ジョン。そうだね。様々なレベルの人々とのコミュニケーションは難しい場合があります。どのような戦略を採用していますか？私は話している相手に合わせて自分のコミュニケーションスタイルを変えるようにしています。相手の視点を理解することは助けになります。それは良いアプローチです。様々なコミュニケーションスタイルを意識することで理解を深めることができます。上司への接し方のコツは？上司とコミュニケーションを取るときは、簡潔で敬意を払い、彼らが知っておくべき重要なポイントに焦点を当てるようにしています。絶対に。上司は時間が限られていることが多いので、要点を理解して関連情報を提供することが重要です。同僚についてはどうですか？仲間とのオープンで協調的なコミュニケーションを目指しています。チームワークを育むために、積極的に耳を傾け、アイデアを共有しています。コラボレーションが重要です。アイデアを共有し、他の人の意見に耳を傾けることは、革新的なソリューションにつながります。部下についてはどうですか？部下とのコミュニケーションでは、親しみやすく、必要に応じて明確な指示や指導を行うよう努めています。それは重要です。親しみやすいことはオープンなコミュニケーションを促し、明確な指示は誤解を避けるのに役立ちます。部署間のコミュニケーションについてはどうでしょうか？部門間のコミュニケーションには、積極的な傾聴と効果的なコラボレーションが必要です。サイロ化を解消し、情報を共有することが重要です。サイロ化を解消することで相乗効果が高まり、全員が同じ認識を持つことができます。この点で直面した課題はありますか？場合によっては、部署ごとに独自の専門用語や専門用語がある場合があります。明確にし、相互理解を深めることが重要です。それは本当です。わかりやすい言葉を使い、必要に応じて説明を求めることで、コミュニケーションのギャップを埋めることができます。バーチャルコミュニケーションについてはどうでしょうか？バーチャルコミュニケーションは、特にリモートチームでは難しい場合があります。私は、ビデオ通話と書面によるコミュニケーションを効果的に利用して、つながりを保つように努めています。ビデオ通話は非言語的な手がかりを得るのに役立ち、明確で簡潔なメッセージは効果的なコミュニケーションを可能にします。誤解にはどのように対処していますか？誤解が生じた場合は、速やかに対処し、混乱を解消するために相手に説明を求めます。
誤解に迅速に対処することで、さらなる誤解を防ぎ、良好な仕事上の関係を築くことができます。大規模な組織における効果的なコミュニケーションについて、最後に考えていることはありますか？効果的なコミュニケーションは、成功する組織の基盤です。信頼を築き、コラボレーションを促進し、全員が共通の目標に向かって歩調を合わせられるようにします。レッスン4、契約の修正と最終レビュー。アンナさん、こんにちは。契約を修正しました。最終審査のため送ります。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいですね。必要な変更を加えてくださったことに感謝します。受け取ったら注意深く見直します。パーフェクト。先ほどお話ししたすべての点に必ず対処しました。新しいバージョンには、私たちの合意が正確に反映されていると確信しています。それを聞いて心強いです。契約の改定には細部へのこだわりが不可欠です。私はそれを徹底的に調べて、すべてが順調であることを確認するつもりです。私はあなたの契約審査の専門知識を信頼しています。ご不明な点がある場合や、さらに詳しい説明が必要な場合は、遠慮なくご連絡ください。ありがとうございます。このプロセスでは、明確なコミュニケーションが重要です。明確化や調整が必要なことがあれば、必ず連絡します。素晴らしい。強固な契約を結ぶには、コラボレーションとオープンなコミュニケーションが不可欠です。お客様にご満足いただければ、自信を持って前に進めることができます。絶対に。双方の当事者を保護し、明確な期待を裏付ける契約を結ぶことが重要です。それには全力を注ぐつもりです。これに対するあなたの献身に感謝します。皆さんのご意見と徹底により、私たちは強固で公正な合意を得ることができました。レビューには時間をかけてください。ご信頼いただきありがとうございます。必要に応じて、さらなる改善のためのフィードバックと提案をタイムリーに提供します。あなたの専門知識と洞察は貴重です。レビューとご意見をお待ちしています。この契約を無事に終わらせるために一緒に働きましょう。私も同じように取り組んでいます。契約書を速やかに見直し、フィードバックを提供するためにあらゆる努力をします。私たちのチームワークは良い結果につながります。それについては疑いの余地はありません。この契約を成立させるにあたり、あなたのプロ意識と献身に感謝します。あなたの返事を楽しみにしています。レッスン5、可能性を解き放つ、インフルエンサーマーケティングを探る。アンナさん、こんにちは。インフルエンサーマーケティングを通じてテクノロジーを活用してみたことはありますか？こんにちは、ジョン。はい、あります。これは、企業がより多くのオーディエンスにリーチするのに役立つ強力な戦略です。それについても検討したことがありますか？絶対に。近年、インフルエンサーマーケティングの人気が高まっています。これは、フォロワーが多い個人の影響力を利用する方法です。どのような経験がありましたか？インフルエンサーとコラボレーションすることで、ブランドの認知度とエンゲージメントを高めることができることが分かりました。彼らの本物のレコメンデーションはフォロワーの共感を呼んでいます。それは印象的です。自分のブランドに合った価値観を持つインフルエンサーを見つけることは、大きな影響を与える可能性があります。適切なインフルエンサーをどうやって見極めるのか？研究が鍵です。
ターゲットオーディエンスに依頼、熱心なフォロワーを獲得できるインフルエンサーを探しています。この場合、量より質が重要です。私も同感です。熱心なフォロワーは、インフルエンサーの推薦を信頼する傾向があります。インフルエンサーマーケティングからプラスの投資収益率が上がったことはありますか？はい、持っています。ウェブサイトのトラフィック、コンバージョン、ソーシャルメディアのエンゲージメントなどの指標を追跡することで、インフルエンサーとのコラボレーションの影響を測定できます。それは素晴らしいです。結果を定量化できると、インフルエンサーマーケティングキャンペーンの効果を評価するのに役立ちます。コラボレーションプロセスにはどのようにアプローチしていますか？最初から明確な期待と目標を設定することが重要です。インフルエンサーと良好な関係を築き、透明性を確保することが重要です。強固な関係を築くことは確かに不可欠です。これにより、コラボレーションにおける信頼と信頼性が育まれます。インフルエンサーマーケティングで何か課題に直面したことはありますか？一つの課題は、適切なものを見つけることです。ブランドバリューとターゲットオーディエンスに真に共鳴するインフルエンサーを選ぶことが不可欠です。それがいかに難しいかがわかります。インフルエンサーとのパートナーシップを成功させるには、信頼性が鍵となります。インフルエンサー、マーケティングについて、最後に考えていることはありますか？インフルエンサーマーケティングは戦略的に活用すれば貴重なツールになり得ます。自分のアプローチを継続的に評価し、適用させて関連性を保つことが重よく要です。言った。洞察を共有していただきありがとうございます。インフルエンサーマーケティングは、新しい機会を切り開き、企業とオーディエンスを有意義な方法で結びつける可能性を秘めています。レッスン6、書き方の選択、ペンの世界をナビゲートする。アンナさん、こんにちは。たくさんのオプションが用意されているので、ペンを選ぶのは大変です。決定方法について何か提案はありますか？こんにちは、ジョン。ジレンマは理解できます。ペンを選ぶときは、使い心地やインクの質、使う目的などを考慮してください。あなたの好みは何ですか？快適さは間違いなく重要です。握りやすく、滑らかな書き心地のペンが好きです。使い心地の良いペンについて何かおすすめはありますか？絶対に。人間工学に基づいたデザインとラバーグリップを備えたペンは、書き心地が良い傾向にあります。ユニボールやパイロットなどのブランドは、このようなオプションを提供しています。それは役に立ちます。それらのブランドについて調べてみます。インクの品質はどう？滑らかに書けて、にじみにくいペンが欲しい。滑らかな書き心地でにじみを最小限に抑えるには、ジェルペンまたはローラーボールペンが最適です。インクの流れが一定で、色も鮮やかです。ジェルペンとローラーボールペンです。そいつらには目を光らせておくよ。インクの品質で知られている特定のブランドはありますか？はい、桜、ペンテル、パイロットなどのブランドは高品質のインクで知られています。快適な書き心地と信頼性の高いパフォーマンスを提供します。素晴らしい。それらのブランドとその商品をチェックしてみます。それでは、その目的についてお話しましょう。作業ごとに異なるペンを検討すべきでしょうか？作業ごとに異なるペンを使用すると便利です。例えば、ペン先の細いペンは正確に書くのに最適で、太字のペンは強調表示に最適です。
いろんなペンを持っていることの価値がわかる。これにより、様々な状況に適したツールを確実に手に入れることができます。他に考慮すべき要素はありますか？価格とコストパフォーマンスを検討する価値もあります。ペンの中には高価なものもありますが、耐久性があり長持ちします。価格と価値は重要な考慮事項です。品質と手頃な価格のバランスを取るようにします。ご指導ありがとうございます。教訓7、交渉の進め方、利益の最大化。アンナさん、こんにちは。新しい仕事のオファーを受けました。医療保険や住宅手当などの福利厚生について交渉したいです。アプローチの仕方について何かアドバイスはありますか？こんにちは、ジョン。新しい求人、おめでとうございます。福利厚生を交渉する際には、業界標準を調査し、会社にとっての価値をアピールすることが重要です。宿題は済ませましたか？はい、標準特典パッケージについて調査しました。交渉に入る前に十分な準備が整っていることを確認したい。心に留めておくべき具体的な戦略はありますか？絶対に。まず、自分が会社にもたらす価値と、その成功にどのように貢献できるかに焦点を当てることから始めましょう。次に、福利厚生に関するニーズと期待を伝えてください。それは理にかなっています。自分の価値を強調することで、自分が求めている福利厚生を受けるに値する理由を示すことができます。医療保険の交渉にはどのように取り組むべきですか？まず、会社の現在の医療保険プランに関する情報を収集します。次に、保証範囲に関する具体的なニーズや懸念事項を提示し、プランをカスタマイズする可能性について問い合わせます。私の特定のニーズに合わせてプランをカスタマイズするのは良いアプローチのように思えます。要件を効果的に伝えるようにします。また、住宅手当の交渉についてはどうでしょうか？住宅手当を交渉するときは、会社が所在する地域の生活費を調べてください。この情報を提示し、住宅手当がワークライフバランスの維持にどのように役立つかを説明してください。良い点です。住宅手当が自分の健康や生産性に与える影響を示すことで、交渉の立場を強めることができます。交渉を検討すべきメリットは他にありますか？それはあなたの優先事項と会社の方針によって異なります。交渉を検討すべきその他のメリットとしては、退職金制度、柔軟な労働時間、専門能力開発の機会などがあります。退職金制度、柔軟な勤務時間、専門能力開発は私にとって間違いなく重要です。交渉の過程で、これらの福利厚生について必ず話し合います。ご指導ありがとうございます。レッスン8、ディナープラン。こんにちは、アンナ。今夜の夕食について考えていました。パスタを作るのはどう？私のお気に入りの一つです。こんにちは、ジョン。パスタは美味しそう。どんなパスタを作ろうと思っていましたか？トマトソースとミートボールでスパゲッティを作ろうと思っていました。定番でいつも満足です。それは完璧に聞こえます。美味しいスパゲッティとミートボールが大好きです。必要な材料は揃っているか？はい、パントリーを確認しました。必要なものはすべて揃っています。パスタ、トマトソース、牛ひき肉、スパイスがあります。
素晴らしい準備を手伝うことができます。まずミートボールを作ることから始めましょうか。それは計画のように聞こえます。牛ひき肉にパン粉、卵、ニンニクのみじん切り、イタリアンシーズニングを混ぜましょう。おいしそう。フライパンをオリーブオイルで温めながらミートボール状にします。パーフェクト。フライパンが熱くなったら、完全に火が通るまでミートボールの四方を焦がします。ミートボールが調理されている間に、スパゲッティ用の水を沸騰させ始めます。パスタはどれくらいの時間調理すればいいの？スパゲッティの調理には通常約10分かかります。柔らかすぎないように、アルデンテが欲しいです。わかった。スパゲッティに火が通りすぎないか見張るよ。トマトソースはどう？トマトソースを別の鍋で加熱し、ハーブやスパイスを加えて風味を高めることができます。おいしそう。ミートボールとスパゲッティの準備ができたら、トマトソースに入れます。それがアイデアです。ミートボールをトッピングしたスパゲッティを盛り付け、その上にすりおろしたパルメザンチーズを振りかけることができます。もう食欲がそそります。掘り下げるのが待ちきれません。他に食事に必要なものはありますか？新鮮な野菜を使ったサイドサラダと、味のバランスをとるシンプルなビネグレットドレッシングを用意できます。それは素晴らしいアイデアです。サイドサラダは食事に新鮮さを添えてくれます。今準備すべきか？パスタを調理している間にサラダを準備できます。野菜を洗ってみじん切りにし、ドレッシングを泡立て器で混ぜましょう。計画のように聞こえます。チョッピングは私がやるから、ドレッシングを作ってもいいよ。どんなドレッシングがおすすめですか？オリーブオイル、酢、ディジョンマスタード、蜂蜜、塩、胡椒が入ったシンプルなビネグレットソースがうまくいくはずです。パーフェクト。すべての準備が整ったら、座って美味しいパスタディナーを楽しみ、味を味わってください。絶対に、居心地の良い、満足できる食事を楽しみにしています。早速準備を始めよう。私もワクワクしています。この夕食を思い出深いものにしよう。材料を買ってきて、一緒に素晴らしい食事を作ろう。それが精神です。楽しくて楽しい料理体験にしましょう。あなたの素晴らしいパスタを味わうのが待ちきれません。レッスン9、スムーズな旅、オンラインチェックインか空港チェックインか。アンナさん、こんにちは。旅行中、オンラインでチェックインする必要がありますか？それとも空港でチェックインできますか？こんにちは、ジョン。ほとんどの場合、チェックインはオンラインでも空港でも可能です。ご希望や航空会社のポリシーにより異なります。以前にオンラインチェックインを試したことはありますか？オンラインチェックインをまだ試していません。便利なオプションなのか、それとも空港でのチェックインにこだわるべきなのか？オンラインチェックインはとても便利です。空港での長蛇の列を避けることで時間を節約できます。通常、フライトの24時間前までにチェックインできます。それは魅力的に聞こえます。代わりに空港でチェックインすることには何か特別な利点はありますか？
空港でのチェックインは、特別なご要望がある場合や座席指定についてサポートが必要な場合に便利です。航空会社のスタッフが懸念事項があれば直接お答えします。なるほど。だから何か特別なニーズや好みがあるなら空港でチェックインした方がいいよ。そうでなければオンラインチェックインは問題なく機能するはずです。まさに、オンラインチェックインは一般的にほとんどの旅行者、特に機内持ち込み手荷物のみの旅行者に適しています。手間のかからない体験ができます。それは知っておくと良いことです。私は通常、機内持ち込み手荷物だけを持って身軽に旅行するのが好きです。次の旅行ではオンラインチェックインを試してみます。オンラインチェックインをスムーズに行うためのヒントはありますか？旅行書類とパスポートの詳細をすぐに入手できるようにしてください。具体的な指示や必要な情報については、航空会社のウェブサイトまたはモバイルアプリを再確認してください。必要な書類と情報をすべて手元に用意することが不可欠です。必ず準備しておきます。アドバイスありがとうございます。どういたしまして。手伝えてよかった。オンラインチェックイン手続きを完了する前に、手荷物許容量と制限事項も必ず確認してください。手荷物の許容量と制限事項は必ず記載されています。それらにも気をつけるつもりです。オンラインチェックインでも空港でのチェックインでも、旅行をスムーズにするためのヒントがあります。レッスン10、パイの共有、利益と支出の分割。こんにちはアンナ。一緒にビジネスを始めるとき、もう一つの重要なポイントは利益と費用の分割です。これにどのように取り組むべきでしょうか？こんにちは、ジョン。ビジネスパートナーシップで利益と費用を分割するには、慎重な検討とオープンなコミュニケーションが必要です。何か具体的なアプローチを考えたことはありますか？公正で透明なアプローチが鍵だと思います。一つの選択肢は、各パートナーの投資の割合に基づいて利益と費用を分割することです。どう思いますか？これは比例配分と呼ばれる一般的なアプローチです。これにより、各パートナーが利益の一部を受け取り、それに応じた経費分を負担することが保証されます。ただし、他の方法もあります。利益と費用の分割には、他にどのような方法がありますか？もう一つの方法は、パートナーが個々の投資に関係なく、利益と費用を均等に分配する平等分配アプローチです。これにより、平等感とコラボレーションを促進できます。平等な共有は魅力的に思えます。特に、両方のパートナーが労力と時間の面で等しく貢献している場合はなおさらです。他に検討すべき方法はありますか？はい、パフォーマンスベースのアプローチもあります。この方法では、利益と費用は、ビジネスの成功に対する各パートナーの個々の貢献度に基づいて分割されます。並外れた価値をもたらした人に報酬を与えます。それは興味深いアプローチです。パートナーがさらなる努力をすることを奨励し、それに応じてその努力に報いることができます。私たちのパートナーシップにとってどの方法が最適かをどのように判断すべきでしょうか？パートナーとオープンで正直に話し合うことが重要です。お互いの期待、投資額、およびビジネスの全体的な目標を検討してください。自分の価値観や目的に合った方法を見つけることが重要です。コミュニケーションと調整は間違いなく重要です。全員が同じ認識を持つように、綿密な会話をする必要があります。ご指導ありがとうございます。
レッスン11、ビジネスのためのジェットセッティング、ロンドンとパリ。アンナさん、こんにちは。来週、出張でロンドンからパリに飛びます。これら2つの都市間を旅行する際のヒントやおすすめはありますか？こんにちは、ジョン。ワクワクする。ロンドンとパリ間の移動は簡単です。利用できる様々な交通手段を検討したことはありますか？2つの都市を結ぶユーロスター列車について聞いたことがあります。それは便利な選択肢なの？絶対に。ユーロスターは人気のある効率的な交通手段です。ロンドンからパリへのシームレスな移動が可能で、移動時間が最小限に抑えられ、空港での煩わしさを回避できるという利点もあります。それは素晴らしいですね。フライトはどう？ロンドンとパリの間に直行便はありますか？はい、いくつかの航空会社がロンドンとパリ間の直行便を提供しています。これは特に時間が限られている場合に迅速で便利なオプションです。フライトスケジュールを確認して価格を比較してください。私は間違いなく両方の選択肢を検討します。さて、都市内の交通について、特におすすめの交通手段はありますか？ロンドンでは地下鉄とも呼ばれる地下鉄が効率的な移動手段です。市内のほとんどのエリアをカバーしています。パリではメトロも同様の選択肢で様々な地域を結ぶ広範なネットワークがあります。それを心に留めておくよ。空港から都心部に行くのはどう？ロンドンでは行き先の空港に応じてヒースローエクスプレスまたはガトウィックエクスプレスを使用できます。パリでは RER の電車または空港シャトルで市内中心部まで行くことができます。知っておくと良いことです。両方の都市の空港交通手段を調べておきます。空き時間に訪れるべき場所ややるべきことについて何かアドバイスはありますか？ロンドンではロンドン塔、バッキンガム宮殿、大英博物館などの象徴的なランドマークを探索できます。パリではエッフェル塔、ルーブル美術館、ノートルダム大聖堂は見逃せません。それらは素晴らしい提案です。時間を作ってそれらのアトラクションをいくつか訪れてみようと思います。有益な情報をありがとうございました。教訓12、コストの難問、公正な合意の達成。アンナさん、こんにちは。コストへの影響について話し合い、その問題について公正な合意に達しましょう。これにどのようにアプローチしたら良いですか？こんにちは、ジョン。コストに関しては、透明性とオープンなコミュニケーションが重要です。まず、関連するすべての費用の概要を説明することから始めるべきだと思います。リストは作った？絶対に。消耗品、マーケティング、運用コストなど、予想されるすべての費用の詳細なリストをまとめました。何を扱っているのかを明確に理解することが重要です。それは素晴らしいです。それでは、これらのコストをどのように分割できるかについて話しましょう。一つのアプローチとして、それらを均等に分配する方法があります。それについてはコストをどう思い均等に分ますか？割することは公平に思えます。特に、両者が事業に同等の利害関係を持っている場合はなおさらです。しかし、別の方法を考えたことはありますか？はい、別のアプローチとして、各パートナーの投資に基づいてコストを比例配する方法もあります。
これにより、各パートナーがそれぞれの財務コミットメントに従って貢献することが保証されます。それは妥当な点です。それはバランス感覚と公平感を与えてくれます。継続的な経費についてはどうですか？それらをどう処理すべきか？継続的な経費については、予算を立て、利益の所定の割合を拠出して、それを賄うことができます。こうすることで、事業の収益性を考慮しつつ、財務上の責任を分担することができます。それは実用的なアプローチのように思えます。これにより、コストとビジネスの業績が一致します。公正な合意に達するために考慮すべき要素は他にありますか？絶対に。時間や専門知識など、金銭以外の貢献の価値も考慮することが重要です。ビジネスの成功に貢献する様々な方法を認識し、考慮に入れる必要があります。完全に同意します。金銭以外の寄付には大きな価値があり、認められるべきです。私たちの契約では、それらを必ず考慮するようにしましょう。それを持ち出してくれてありがとう。どういたしまして。あらゆる側面を考慮に入れた包括的かつ包括的な合意を結ぶことが重要です。これにより、公正で調和の取れたパートナーシップが保証されます。実際、パートナーシップを成功させるには、包括的な合意が不可欠です。ご意見をいただければ幸いです。一緒に費用の取り決めを完成させ、事業計画を進めていきましょう。絶対に。双方に利益をもたらす合意に達することができると確信しています。豊かで費用対効果の高いパートナーシップを実現しましょう。乾杯。一緒にコストの難問を乗り越え、繁栄するビジネスを構築しましょう。レッスン13、実りある選択、好みの果物を探る。こんにちは、アンナ、興味があります。普段度の果物を買いますか？もっとバラエティに富んだ食事を取り入れたいと思っています。こんにちは。食事にもっと果物を加えることに興味を持ってくれて嬉しいです。私のお気に入りの果物には、リンゴ、バナナ、イチゴなどがあります。それらは用途が広く、すぐに入手できます。あなたはどう？リンゴとバナナも間違いなく私のリストに載っています。オレンジとブドウも好きです。爽やかで、おやつにも食べやすいと思います。他におすすめの果物は？絶対に。パイナップルとマンゴーは風味豊かで美味しいトロピカルフルーツです。スイカは夏に美味しく、ブルーベリーには抗酸化物質が豊富に含まれています。試してみる価値はあります。それらは魅力的に聞こえます。次回は必ずパイナップルとマンゴーを拾うよ。熟した新鮮な果物を選ぶ際のコツはありますか？果物を選ぶときは、鮮やかな色としっかりとした食感を探してください。例えば、熟したバナナの皮は黄色く、緑色の斑点はありません。ベリーの場合は、ふっくらしていて、ドロドロしていないことを確認してください。それは役に立つアドバイスで五感を信じてください。す。それらの特徴に注目していこうと思います。旬の果物を買ってみてはいかがですか？それを優先しているの？もちろん、旬の果物を購入することで、最適な風味と手頃な価格を確保できます。また、地元で栽培されているため、持続可能性も高くなります。ファーマーズマーケットは季節の果物を探すのに最適です。ファーマーズ食べたことある？マーケットはあまり見かけていませんが、新鮮な季節の食材を見つけるには絶好の方法だと思います。
ぜひチェックしてみます。そこで探すべき特定の果物は？ファーマーズマーケットには多くの場合、様々な果物があります。先祖伝来のリンゴ、特製ベリー、エキゾチックなフルーツなど、ユニークな発見に注目してください。何か新しいことを発見し、地元の生産者を支ワクワ援するチャクしそうンスです。ですね。ファーマーズマーケットを探検して、いろいろな果物を試すのが楽しみです。洞察を共有していただきありがとうございます。レッスン14、ソロジャーニー、プランニングの力。アンナさん、こんにちは。初めての一人旅に出ようと思っています。整理整頓を保ち、バックアップ計画を立てるためのヒントはありますか？こんにちは、ジョン。ワクワクする。一人旅となると、整理整頓が重要です。詳細な旅程を作成し、重要な書類を手元に置いておくことから始めましょう。旅行アプリの使用を検討したことはありますか？旅行アプリを使うことを考えたことはありませんが、便利なツールになりそうです。どれがおすすめですか？人気の旅行アプリの一つがトリップイットです。フライト、宿泊施設、アクティビティなど、すべての旅行情報を一箇所にまとめることができます。また、最新情報やリマインダーをリアルタイムで送信することもできます。便利そうですね。旅行計画の整理には必ずトリップイットを調べます。バックアップ計画を立てるのはどうですか？それにはどのように取り組んでいますか？バックアップ計画を立てておくことは常に良い考えです。代替ルート、交通手段、近くの宿泊施設を調べてください。これにより、予期せぬ変更が発生した場合に備えることができます。それは理にかなっています。柔軟性が鍵です。代替オプションを必ず考えておきます。安全についてはどうですか？その点について、一人旅の旅行者に何かアドバイスはありますか？安全は最優先事項です。旅程表を信頼できる友人や家族と共有しましょう。特に混雑した場所では警戒を怠らず、持ち物にも注意してください。後悔するよりは安全である方が常に良いです。絶対に安全性は決して損なわれるべきではありません。旅行計画を誰かに伝え、旅の間ずっと用心深くなります。他に共有できる整理のコツはありますか？はい、パスポート、保険、旅行予約などの重要な書類のデジタルコピーを作成することを検討してください。クラウドストレージに安全に保存するか、自分宛てにメールで送信してください。万が一、紛失や盗難にあった場合に助かります。それは素晴らしい提案です。必要書類のデジタルコピーを必ず用意しておきます。これにより、セキュリティがさらに強化されます。これらの貴重なヒントをありがとうございました。レッスン15、グローバル言語、最も広く話されている言語。アンナさん、こんにちは。世界で最も一般的に話されている言語はどれだと思いますか？さまざまな言語とその適用範囲について学ぶのは興味深いことです。こんにちは、いい質問だね。世界で最も広く話されている5つの言語は、標準中国語、スペイン語、英語、ヒンディー語、アラビア語です。世界中にかなりの数の話者がいます。北京語、スペイン語、英語、ヒンディー語、アラビア語、これらは実に多様な言語です。私は英語に精通していますが、他の言語も調べてみたいです。それらのどれかを勉強したことがありますか？
スペイン語とアラビア語を少し勉強しました。スペイン語は多くの国で広く話されているので、旅行や文化に浸るのに役立ちます。アラビア語には独特の美しさがあり、中東全域で話されています。それは印象的です。確かに、言語を学ぶことは新しい文化や経験への扉を開きます。将来はスペイン語とアラビア語を学ぼうと考えているよ。これらの言語について何か興味深い事実はありますか？絶対に。北京語は世界で最も話されている言語で、話者は10億人を超えています。英語はビジネスのグローバル言語と呼ばれることが多く、国際コミュニケーションで広く使われています。最も話されている言語である北京語は本当に素晴らしいです。そして、グローバル言語としての英語の地位は否定できません。スペイン語、ヒンディー語、アラビア語はどうですか？興味をそそる側面はありますか？スペイン語は世界で2番目に話されている言語であり、ネイティブスピーカーの数も2番目に多い言語です。ヒンディー語はインドの公用語の一つであり、文化的に重要です。アラビア語には豊かな歴史があり、イスラム教の典礼言語です。各言語の重要性と影響について学ぶことはたくさんあります。それぞれの文化を深く掘り下げたいというモチベーションがあります。おすすめのリソースや語学学習アプリはありますか？デュオリンゴは、これらすべての言語のコースを提供する人気の言語学習アプリです。ユーザーフレンドリーで、始めるのに役立つインタラクティブなレッスンを提供します。語学学習を始めるのに最適な方法です。デュオリンゴは素晴らしいツールのように思えます。絶対に試してみます。この貴重な情報をすべて共有していただきありがとうございます。本当に魅力的です。レッスン16、ネットワーキングの成功、イベントを最大限に活用する。アンナさん、こんにちは。来週、ネットワーキングイベントに参加します。やりがいのあるものにしたいです。これらのイベントにアプローチし、有意義なつながりを築くためのヒントはありますか？こんにちは、ジョン。ネットワーキングイベントは貴重な機会になり得ます。まず、イベントの明確な目標を設定します。どんなつながりを作りたいと思っていますか？関わりたい特定の業界や専門家はいますか？それは素晴らしい点です。目標とターゲットオーディエンスを事前に定義しておきます。会話を始めて、良い印象を与える方法について何か提案はありますか？自信と優しい笑顔で自己紹介することから始めましょう。自由形式の質問をして、相手に真の関心を示しましょう。アクティブリスニングが鍵です。親密な関係を築き、有意義な会話を可能にします。それを心に留めておくよ。積極的に耳を傾け、真の関心を示すことは、つながりを築くために不可欠です。人脈を維持するために、ネットワーキングイベントの後にフォローアップを行うにはどうすればよいでしょうか？フォローアップは非常に重要です。1日、2日以内にパーソナライズされたメールやリンクトインメッセージを送信して、会話に対する感謝の気持ちを伝えてください。話し合った具体的なことを伝え、相手の記憶をよぎらせましょう。それは貴重なヒントです。パーソナライズされたフォローアップにより、イベント中も気配りがあったことがわかります。名刺交換についてはどうですか？このデジタル時代でもまだ意味があるのでしょうか？もちろん、名刺は引き続き重要です。それらはあなたのやりとりを具体的に思い出させてくれます。
カードはプロ仕様で、重要な連絡先情報や関連するソーシャルメディアのハンドルネームが記載されていることを確認してください。名刺にはまだ価値があることを知っておくと良いでしょう。必ず用意しておきます。知っておくべきネットワーキングイベントのエチケットのコツはありますか？はい、覚えておくべきエチケットのヒントがいくつかあります。プロフェッショナルな服装を心がけ、個人的なスペースに注意し、会話を独占しないようにしましょう。イベント固有のガイドラインに従い、他の人の時間を尊重することを忘れプロフェないでッショナルなください。服装をし、他者の境界を尊重することは、覚えておくべき重要な側面です。それらには必ず気を配るつもりです。これらの貴重な洞察を共有していただきありがとうございます。レッスン17、おいしい秘密、スープレシピの共有。アンナさん、こんにちは。スープを食べてみましたが、味は素晴らしいです。どうやって作るの？あなたのレシピを勉強したいです。こんにちは、ジョン。楽しんでくれて嬉しいよ。簡単なレシピです。まず、玉ねぎとニンニクをオリーブオイルで炒め、次に人参、セロリ、じゃがいもなどのさいの目に切った野菜を加えます。数分間調理させます。おいしそう。玉ねぎとニンニクを炒めると、きっと素晴らしい風味が加わるに違いない。次のステップは何だ？野菜が少し火が通ったら、野菜またはチキンのスープを入れて沸騰させます。その後、火を弱め、野菜が柔らかくなるまで煮ます。スープを煮込むことで風味がよく出てきます。調味料はどう？ハーブやスパイスを加えますか？はい、調味料としてガツケージュの葉、タイム、黒胡椒を少し加えるのが好きです。スープにさりげないけれど楽しい味を与えてくれます。塩も好みに合わせて調整しています。ベイリーフ、タイム、ブラックペッパーの組み合わせは素晴らしいですね。スープ全体の風味を引き立てるに違いありません。他に何か付け加えるものはありますか？最後に、みじん切りにした新鮮なパセリを加えて、新鮮で鮮やかな感触にします。スープにポップな色とほのかな新鮮さが加わります。ああ、新鮮なパセリを加えると、料理に素敵な視覚的魅力と新鮮さが加わります。さらに食欲をそそるに違いありません。サーブする前の最後のステップは？スープの準備ができたら、月桂樹の葉を取り出し、必要に応じてパセリを添えて、カリカリのパンを添えて温かいうちに召し上がれます。それは心地よい満足のいく食事のようですね。自分で作るのが待ちきれません。レシピを共有していただきありがとうございます。レッスン18、プロジェクトの明確化、目標の理解。アンナさん、こんにちは。プロジェクトの目標をすでに確認しましたか？私は持っています。達成すべき目標は明確か？こんにちは、ジョン。はい、プロジェクト目標を徹底的に確認しました。目標は明確に定義されており、全体的なビジョンと一致しています。私たちには明確な理解があると思います。それは嬉しいですね。プロジェクトを成功させるには、プロジェクト目標を明確にすることが不可欠です。特定のマイルストーンや期限に気づきましたか？絶対に。プロジェクトのドキュメントにいくつかのマイルストーンと期限が記載されているのを見つけました。
進捗状況を追跡し、重要なタスクをタイムリーに完了させるのに役立ちます。素晴らしい。明確なマイルストーンと期限は、私たちの仕事のロードマップとなります。予算上の制約やリソースの制限に遭遇したことはありますか？はい、プロジェクトの文書には予算上の制約とリソースの制限が強調されています。タスクを計画して実行する際には、これらの要素に留意することが重要です。効果的なプロジェクト管理には、予算とリソースの制限を認識することが不可欠です。関係する主要な利害関係者に関する情報は見つかりましたか？はい、プロジェクトの文書には主要な利害関係者が記載されています。これには、その役割や責任、意思決定プロセスへの関与度などが記載されています。効果的なコミュニケーションとコラボレーションには、主要な利害関係者とその役割を理解することが不可欠です。何かリスクや潜在的な課題に遭遇しましたか？はい。プロジェクトの文書には、潜在的なリスクと課題の概要が記載されています。円滑に進展するための緊急時対応計画と緩和戦略の準備に役立ちます。プロジェクトの成功には、潜在的なリスクと課題を特定して対処することが不可欠です。希望するプロジェクトの成果や成果物に関する情報は見つかりましたか？絶対に。プロジェクト文書には、望ましい成果と成果物が明確に定義されています。最終的に何を達成すべきかが明確に示されています。望ましい成果と成果物を明確に理解することで、集中力を保ち、共通の目標に向かって取り組むことができます。プロジェクトタイムラインに関する情報は見つかりましたか？はい。プロジェクト文書には、各フェーズの計画期間とプロジェクト全体の期間の概要を示すタイムラインが含まれています。プロジェクトタイムラインを明確に定義しておくと、時間を効果的に管理し、タイムリーに完了することができます。レビュー中に他に何か気づいたことはありますか？上記の側面とは別に、プロジェクトの範囲、利害関係者の期待、使用するコミュニケーションチャンネルについての詳細も分かりました。プロジェクトの範囲を理解し、利害関係者の期待に依らえ、適切なコミュニケーションチャンネルを活用することはすべて、プロジェクトを成功させるために不可欠です。調査結果を共有していただきありがとうございます。レッスン19、近所をナビゲートする、診療所を探す。こんにちは、アンナ。診療所がここからどれくらい離れているか知っていますか？医者に診てもらう必要があるのですが、その地域のことがよくわかりません。こんにちは、ジョン。診療所はここからほんの数ブロック先にあります。徒歩圏内です。道順を教えてほしいんですか？それは役に立つでしょう。ご協力に感謝します。どうやってそこに行けばいいの？注意すべきランドマークはありますか？承知しました。ここからこの通りをまっすぐ2ブロック進む必要があります。そしてその交差点を右に曲がってください。診療所は左側にあります。診療所の名前が書かれた大きな赤い看板を探してください。わかった。2ブロック直進し、交差点を右に曲がると、左に大きな赤い看板のある診療所があります。見つけやすいですか？はい、診療所は独特の赤い看板でかなり目立ちます。万が一、見逃してしまった場合は、近くの人に聞いてみると、案内してもらえます。
それは知っておくと良いことです。道順を教えてくれる地元の人がいると助かります。診療所は週末も開いていますか？はい、診療所は週末も営業しています。営業時間が少し短縮されていますが、医者に診てもらえるはずです。事前に電話して空き状況を確認するのが一番です。必ず事前に電話しておきます。知らせてくれてありがとう。診療所に行くための公共交通機関はありますか？はい、ここからわずか1ブロック先にバス停があります。15番のバスに乗れば、診療所のすぐ前で降車します。それは便利です。バスに乗るのもいいだろう。車で行くことにした場合、診療所の近くに駐車場はありますか？はい、病院棟の隣に駐車場があります。有料駐車場ですが、かなり広いので、簡単に場所を見つけることができるはずです。それは心強いですね。近くに駐車場があると、車を運転したい人にとっては便利だ。クリニックに行く前に知っておきたいことはありますか？身分証明書と関連する医療文書または保険情報を必ず持参してください。これにより、クリニックでの登録手続きが合理化されます。必要書類は全部揃えておくよ。思い出させてくれてありがとう。診療所を探すのを手伝ってくれてありがとう。どういたしまして。お手伝いできて嬉しいです。早く気分が良くなるといいんだけど。他に質問があれば遠慮なく聞いてください。私がします。ご指導とご支援に改めて感謝します。その地域に詳しい人がいると心強いです。気をつけて。レッスン20、企業適合、動機と願望。こんにちは、アンナ、興味があります。なぜ私たちの会社で働きたいのですか？素晴らしいことを聞いたことがありますが、あなたの考えを知りたいです。こんにちは、ジョン。いくつかリサーチをしましたが、御社の革新的なアプローチとサステナビリティへの取り組みには本当に共感しました。自分の価値観に合致する職場を探しています。それは面白い。長期的な満足度を得るには、私たちの価値観に合致する会社を見つけることが不可欠です。気になった特定のプロジェクトやイニシアチブはありますか？絶対に。特に、同社の最近の再生可能エネルギーに関するプロジェクトに惹かれました。私は環境保全に情熱を傾けていますし、そのような取り組みに参加できたらやりがいを感じます。それを聞いて嬉しいです。自分の情熱に沿ったプロジェクトに取り組むことで、キャリアに目的意識を持たせることができます。企業文化についても考えたことはありますか？はい。御社では協調的でインクルーシブな文化が育まれていると聞きました。私はチームワークとダイバーシティの力を信じており、そのような環境でも活躍できると思います。コラボレーションとインクルーシビティは、健全な職場文化にとって確かに重要な側面です。ポジティブで協力的な雰囲気づくりにつながります。会社の評判について、特に魅力を感じたことはありますか？そうですね。あなたの会社は業界のリーダーであるという評判があります。専門知識のレベルと、それが市場にもたらした影響には感心します。このような評判の良い組織に加わることは貴重な経験となるでしょう。尊敬され影響力のある企業の一員であることは、途方もない成長機会をもたらすことができます。
この職種があなたのキャリア志向とどのように合致するか考えたことはありますか？はい。この役職は、挑戦と成長が見事に融合しているようです。これは、プロジェクトマネージャーになるという私の長期的な目標と一致しており、自分のスキルを磨き、有意義なプロジェクトに貢献することができます。それは素晴らしいです。私たちのキャリア志向に合った役割を見つけることで、私たちは充実した道を歩むことができます。会社の現在または以前の従業員と交流したことはありますか？はい。専門家のネットワークを通じて数人の従業員とつながる機会がありました。彼らは会社の支援文化と専門能力開発の機会を高く評価しました。現在または以前の従業員から洞察を集めることは常に価値があります。彼らの経験から組織内で働くことがどのようなものかをより深く理解することができます。会社の将来の展望や成長の可能性について考えたことはありますか？絶対に。会社の市場での位置づけと成長予測を調査しました。事業拡大の可能性とこれからの刺激的な機会は、私のキャリアを伸ばすのに魅力的な職場です。会社の将来の見通しを評価することは賢明な行動です。将来性のある組織に加わることは重要です。この機会を追求するというあなたの決断に影響を与えたものは他にありますか？もう一つ。従業員の能力開発とワークライフバランスに対する会社の取り組みは、私にとって本当に印象的でした。私は健全なワークライフハーモニーを維持することを信じており、その価値がここに従反映業員のされている能力開のを見る発とワのはークライフバラ心強いンスをことです。優先することは、ポジティブな職場環境を作るために不可欠です。会社がこれらの価値観を共有しているのは素晴らしいことです。モチベーションを共有していただきありがとうございます。レッスン21、特別なギフトを探す、ショッピングアドベンチャー。こんにちはアンナ。今日は愛する人への特別な贈り物を見つけてみませんか？ユニークなもので彼らを驚かせるのはいつでもいいことです。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいアイディアのように思えます。私は特別な贈り物を買うのが大好きです。ショッピングの冒険はどこから始めたらさて、いいの？地元の職人市場から始めたらどうですか？手作り品や一点物の品揃えは豊富で、ギフトにもぴったりです。それは素晴らしい提案です。私は地元のアーティストをサポートするのが好きで、彼らの作品には個人的なタッチがあることが多いです。どんなギフトをお探しですか？妹のためにカスタムジュエリーを買おうと思っています。彼女はユニークなアクセサリーが大好きです。あなたはどう？大切な人への具体的なアイディアは？両親用にパーソナライズされたフォトアルバムを検討しています。両親は思い出を大切にしているので、心のこもった写真集は心のこもった贈り物になると思います。それは素晴らしいアイデアです。パーソナライズされたギフトは印象に残ります。市場を探索して何が私たちの注意を引くのか見てみましょう。絶対に。じっくりと屋台を見て回りましょう。途中で隠れた名所を発見できるかもしれません。特に気になる屋台はありますか？入り口近くのジュエリーストールについて良い話を聞いたことがあります。ユニークなデザインで、好みに合わせてカスタマイズすることもできます。それは有望に思えます。まずそこに行って、お姉さんのスタイルに合うものがあるか見てみましょう。彼らが何を提供してくれるのか楽しみです。素晴らしい。
きっと何か特別なものが見つかるよ。終わったら、手作りの工芸品のセクションに移ります。多くの場合、パーソナライズされたアイテムもあります。それは素晴らしい計画です。手作りの工芸品にはそれなりの魅力がある。きっとそのセクションで私の両親にぴったりのものが見つかると思います。それぞれの屋台をじっくり見て回りましょう。適切なギフトを見つけるだけでなく、ユニークなアイテムを発見するという全体的な体験を楽しむことも重要です。完全に同意します。贈り物の買い物は楽しい経験になるはずです。また、ベンダーにおすすめを聞いたり、その作品の裏話を聞いたりすることもできます。絶対に、ベンダーと関わることで、私たちが選ぶギフトに個人的なタッチが加わります。それぞれの作品の背後にあるインスピレーションについて学ぶのは魅力的です。プレゼントと一緒にストーリーを紐解くようなものです。その一面が本当に特別だと思います。さらに、ベンダーは商品のお手入れ方法についてのインサイトを提供してくれます。それは素晴らしい点です。贈り物のお手入れ方法を知っていれば、贈り物の寿命が延びます。専門家自身からこれらのヒントを得ることは常に役に立ちます。間違いなく、私たちは贈り物を長く大切にしたいと思っています。市場を探索している間は、特別なお手入れ方法について必ず聞いてみましょう。計画のように聞こえます。このショッピングアドベンチャーに乗り出して、愛する人に喜びをもたらす特別な贈り物を見つけましょう。彼らの反応を見るのが待ちきれません。レッスン22、車の好みを探る、サイズと人気。こんにちは、アンナ。ここで中型車がどれほど人気があるかに気づきましたか？車のサイズに関しては、人の好みが気になります。こんにちは、ジョン。はい、中型車の人気を見るのは面白いです。どんな要因が魅力になっているのだろう。これについて何か考えはありますか？そうですね。中型車は機能性と操作性のバランスが取れていると思います。かさばらず、乗客や貨物を入れるのに十分なスペースがあります。それは理にかなっています。中型車は用途が広く、様々なニーズに対応できます。市街地での運転にも長距離の旅行にも適しています。まさに、毎日の使用に実用的でありながら、快適な運転体験を提供します。中型車を自分で購入することを考えたことはありますか？私は持っています。中型車の便利さと柔軟性に感謝しています。私のライフスタイルにぴったり合っているように思えます。あなたはどう？私もそれを考えていました。自分のニーズを満たすのに十分な広さで、渋滞の中をナビゲートするには大きすぎない車を持つというアイデアは魅力的です。個々の好みや要件に合った車を見つけることが重要です。特定のモデルやブランドを調べたことはありますか？私はいくつかの選択肢を研究してきました。信頼性と安全性で知られる評判の良いブランドの中型モデルがいくつかあることに惹かれます。様々なモデルやブランドを調査することは賢いアプローチです。情報に基づいた意思決定を行い、期待に応える車を見つけるのに役立ちます。絶対に、車を選ぶ際には、燃費、メンテナンスコスト、利用可能な機能などの要素を考慮することが重要です。あなたにとってどんな機能が重要ですか？
安全機能は私にとって優先事項です。道路上の全体的な安全性を高める先進運転支援システムや技術を高く評価しています。安全は間違いなく最大の関心事です。事故を防ぎ、運転手と同乗者の両方を保護するのに役立つ機能があるのは心強いことです。絶対に。また、快適性、テクノロジーの統合、全体的な運転体験などの要素も考慮する必要があります。大事なのは適切なバランスを見つけることです。それは素晴らしい点です。運転経験は私たちが車に満足する上で重要な役割を果たします。それを評価するには、さまざまなモデルを試乗してみる価値があります。私も同感です。試乗することで、車のハンドリングや応答性、全体的な快適さを直接体験することができます。これは意思決定プロセスにおける重要なステップです。必要な情報をすべて収集し、いくつかのオプションをテストしたら、選択肢を絞り込み、十分な情報に基づいた決定を下すことができます。レッスン23、財務アドバイス、専門家への相談。アンナさん、こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーに相談することを考えたことはありますか？彼らは私たちの財政を管理するための貴重なガイダンスを提供してくれます。こんにちは、ジョン。はい、考えたことがあります。ファイナンシャルアドバイザーは、情報に基づいた意思決定を行い、しっかりとした財務計画を立てるのに役立ちます。以前に相談したことはありますか？まだありませんが、彼らの専門知識を探すことを考えていました。専門家に私たちの財政状況を評価してもらい、それに合わせたアドバイスを提供してもらうことが重要です。絶対に。ファイナンシャルアドバイザーは、投資機会、退職後の計画、および財務目標を達成するための戦略に関する洞察を提供できます。それこそまさに私が探しているものです。私は自分の資源を最大限に活用し、安定した経済的未来を確保したいと思っています。それは賢明な決断です。ファイナンシャルアドバイザーは、リスク許容度の評価、投資の分散化、潜在的な財務上の落とし穴の回避を支援してくれます。完全に同意します。彼らの専門知識は、コストのかかるミスを防ぎ、財務上の意思決定を最適化してくれます。信頼できるアドバイザーを見つけるためのアドバイスはありますか？研究は不可欠です。まず、ファイナンシャルアドバイザーと良い経験をした友人や家族に推薦を求めることから始めましょう。それはいい考えだ。個人的な紹介は、アドバイザーの能力に対する信頼感と自信を与えてくれます。また、オンラインレビューを読み、その資格情報を確認することもできます。絶対に。私たちが選ぶアドバイザーが資格を持ち、適切な規制機関に登録されていることを確認することが重要です。選択肢を絞り込んだら、数人のアドバイザーとの初期相談をスケジュールして、財務目標について話し合い、ニーズとの適合性を評価できます。これは重要なステップです。対面式のミーティングでは、アドバイザーのコミュニケーションスタイル、プロ意識、理解度を評価できます。相談の際に、料金体系や保証方法について問い合わせることもできます。この点についても明確にしておくことが重要です。間違いなく。手数料と潜在的な利益相反に関する透明性は不可欠です。私たちは、私たちの利益と利害が一致しているアドバイザーと協力したいと考えています。適切なファイナンシャルアドバイザーが見つかったら、彼らと協力して、
短期及び長期の目標に対応する包括的なファイナンシャルプランを作成できます。それが究極の目標です。しっかりした財務計画があれば、金融の安定、成長、安心を実現するためのロードマップが得られます。この一歩を踏み出すことにワクワクしています。ファイナンシャルアドバイザーに相談することで、財務上の意思決定に自信が持てるようになり、財務上の可能性を最大限に引き出すことができます。これは私たちの将来への重要な投資です。経済的成功に向けて私たちを導いてくれる信頼できるアドバイザーを見つけるために必要な措置を講じましょう。ありがとうございます。信頼できるファイナンシャルアドバイザーを探す際の幸運を祈ります。私たちの経済的幸福を一緒に管理しましょう。